ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、沖縄に7月にオープンした新しいテーマパーク、ジャングリア沖縄の話題についてよ。ジャングリア沖縄？聞いたことあるばい。確か結構話題になっとったよね。そうなの。現在、開業からたった4ヶ月でガラガラ状態になっているらしいの。ある YouTuber が訪れてレポートした動画が97万回再生を超える大反響で、ネット上では予想通りだった。誰が行くの？という厳しい声が殺到しているの。でも、一方で、運営を手掛けるのは、あの USJ を V 字回復させた森岡剛さんなの。USJ を復活させた人が作ったテーマパークが、もうガラガラってどういうことと？めっちゃ気になるやん。でしょ？じゃあ、まず、このジャングリア沖縄というテーマパークは、2024年7月25日に開業したばかりの新しい施設なの。7月にオープンしたってことは、まだ5ヶ月も経っとらんってことやろ？新しいテーマパークやのに、もう問題が起きとるん？そうなのよ。実は、この問題を取り上げたのが、廃墟やゴーストタウンを中心にレポートする旅系 YouTuber の天性のぶりんさんなの。11月24日に、もうガラガラ、ジャングリア沖縄はなぜ忘れ去られた？というタイトルで動画を公開したのよ。廃墟とかゴーストタウンをレポートする YouTuber が取り上げるって、もうそれだけでやばい感じがするんやけど。その通りなの。そして、この動画、公開から4日程度で、再生回数が80万回を超えて、同チャンネルの中で最も再生されている動画になったのよ。のぶりんさんの X アカウントでも動画のダイジェストが投稿されて、それも 1.6 万ほどのいいねがついているの。うわ、めっちゃバズっとるやん。世間の注目度が高いってことやね。でも、実際の状況はどうやったと？動画を見てみると、お客さんの姿はほとんど見られず、タイトル通りガラガラの状態なの。うわ、マジで客がおらんってことか。開業してまだ4ヶ月やのに、もう、疎減状態になってるって。そして、ネット上の反応も厳しいものが多いの。どんな反応があるん？例えば、この展開は予想できた。誰が行くの？と思ってたけど、本当に誰も行ってないんだね、というコメントや、そもそも最初から期待してないよ。地元民すら行かないんだから、という声があるの。地元民すら行かんって、それは相当やばいっちゃん。地元の人が行かん観光施設とか、もう終わっとるやん。さらに、行った人ならわかる、これは当然の結果。リピートしようとも思わない、というコメントもあって、実際に行った人からも、厳しい評価を受けているのよ。実際に行った人がリピートせんって言うとるなら、本当に問題があるってことやね。でもさ、開業当初はどうやったと？最初から人が来てなかったん？実は、開業当初はメディアに取り上げられる機会も多くて、ポジティブな盛り上がりを見せていたんだって。じゃあ最初は注目されとったんやね。なんで急に批判的な声が増えていったと？それには、いくつか理由があるの。旅行雑誌のライターさんによると、まず、宣伝広告のイメージ画像に比べて、実物のアトラクションやレストランが、しょぼい状態だったということなの。ああ、広告詐欺的な感じってことね。期待していったのに実物がしょぼかったら、そりゃ、文句も出るわな。そうなのよ。そして、さらに問題なのが、Google マップに書き込まれた低評価の口コミが、削除された疑惑が浮上したということなの。は？低評価の口コミを削除？それが本当やったら完全にアウトやん。そういうことするから余計に炎上するっちゃん。まさにその通りで、悪い意味で連日話題になってしまったのよ。だからたった4ヶ月後に閑散としていても納得されてしまうということなの。なるほどな。でも実際の来場者数とかはどうなっとるん？数字で見たらわかりやすいやろ？いいところに気づいたね。沖縄観光コンベンションビューロー OCVB が集計した人流データがあるの。それによると、8月のジャングリア沖縄の来訪者は計92,651人だったんだって。92,651人。これって多いん？少ないん？内訳を見てみると、県外からが7756人で、県内が21,895人だったの。県外からの観光客が大部分を占めているのがわかるよね。確かに、県外客が多いけど、これが多いのか少ないのか、判断が難しい場合。他のテーマパークと比べてどうなん？それが、運営会社である株式会社ジャパンエンターテイメントは来場者数を公開していないの。そして、その後の推移についても問い合わせがあったんだけど、期日までに返答がなかったんだって。返答なしって、都合が悪いから答えられんってことやろ？これは完全に数字が悪化しとるって認めとるようなもんやん。そう思われても仕方ないよね。
でもね、ネット上には冷静な意見もあるの。冷静な意見？どんなん？例えば、この時期の沖縄はオフシーズンだからね。どこの観光地も比較的空いてるんじゃないかな、というコメントがあるの。ああ、確かに。11月の沖縄ってオフシーズンやもんね。夏に比べたら観光客全体が少なくなる時期やろ？そうなのよ。季節要因を考慮する必要があるという指摘だね。そして、先週行ったばかりですが、駐車場は埋まってましたよ。温泉がとても良くて、秋冬の沖縄観光にはぴったりだと思いました。という実際に訪れた人のポジティブな声もあるの。さらに、開業当初はめちゃくちゃ混んでたんだよね。こんなに空いてるなら行ってみようかな。今がチャンスと受け止めた人の反応も見受けられるの。なるほどな。空いとる方が快適に楽しめるって考える人もおるわけね。で、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。で、すみれ、さっき USJ を V 字回復させた森岡剛さんの名前が出てきたけど、そこんとこ詳しく教えてくれん？ジャングリア沖縄を手掛けているのは、マーケティング会社の CEO、森岡剛さんなの。低迷していたユニバーサル・スタジオ・ジャパンを V 字復活させた人物として知られているのよ。USJ を復活させた実績がある人なんやね。そりゃ、すごい人やん。そうなの。だから、森岡さんがどうにかしてくれるはず。ユニバも最初は酷評されてたけど、今は人気だもんね。ジャングリアもユニバみたいになるかも、といった期待の声もあるのよ。確かに、USJ も最初はいろいろ言われとったよね。でも、今は日本を代表するテーマパークの一つになっとるもんな。そうなのよ。森岡さんの手腕を信じている人も多いということだね。でもさ、すみれ。森岡さんの実績があるからって必ずしもジャングリア沖縄が成功するとは限らんやろ？何が違うと思う？鋭い指摘だね、葵。確かに USJ の場合はすでに確立されたブランドがあったし、立地も大阪という大都市圏だったよね。一方、ジャングリア沖縄は新しいブランドで沖縄という場所の特性もあるから同じように行くとは限らないかもしれないね。やっぱそうよね。それに沖縄って観光地は多いけど、テーマパークっていう意味では競合も少ないし、逆に需要がどれくらいあるかわからんとこもあるやん。その通りよ。沖縄観光といえば、海や自然、文化体験が中心だから、テーマパークという形態がどれだけ受け入れられるかは未知数な部分もあるよね。で、結局のところ、ジャングリア沖縄の問題点って何なん？先にも紹介した YouTuber ののぶりんさんも動画内で具体的な不満を述べているんだけど、問題点は大きく分けて3つあるの。まず、1つ目が価格設定の問題。入場料が高いのに、それに見合った体験が提供できていない可能性があるということ。コスパが悪いってことやね。そう。そして、2つ目の問題が施設の不十分さ。屋内で休める飲食店が一つしかないなど、沖縄の気候を考えると設備が不足している可能性があるということ。飲食店が一つだけ？沖縄って暑いやろ？屋外施設で休憩場所が少ないとかきつすぎるやん。そうなの。沖縄の暑さの中で屋内で休める場所が限られているというのはかなり大きな問題だよね。そして3つ目が独自性の欠如。沖縄にあるテーマパークなのに沖縄らしさというものが全くなく、立地を生かしきれていない可能性があるということなの。なるほどな。沖縄にあるのに沖縄の特色がないって、それは致命的やね。わざわざ沖縄まで行ってテーマパークに行く意味がないもん。さらに広告と実物のギャップや低評価口コミ削除疑惑といった運営面での信頼性の問題もあったよね。そういう積み重ねが悪評を広めていったってわけか。でもさ、すみれ。今後、ジャングリア沖縄は復活できると思う？難しい質問だね。記事の最後にも書かれているんだけど、年の瀬も迫り、屋外施設には厳しい季節がやってくるの。ああ、冬場は屋外施設にとって厳しいもんね。沖縄は比較的温暖やけど、それでも冬は寒いやろうし。そうなのよ。ただ、森岡さんの手腕と現在の課題が明確になっているという点では、改善の余地はあるかもしれないね。USJ も最初はいろいろ問題があったけど、それを一つずつ改善していって成功したわけだから。確かにな。問題が分かっとるなら、それを改善していけばいいだけやもんね。具体的にどんな改善が必要やと思う？そうだね。まず価格設定の見直しや施設の充実化が必要だと思うの。特に休憩スペースや飲食店の増設は急務だよね。それは絶対必要やね。そして沖縄らしさをもっと前面に出したコンテンツの開発も重要だと思うの。
沖縄の文化や自然を生かしたアトラクションやイベントがあれば他のテーマパークとの差別化にもなるよね。なるほどな。沖縄でしか体験できないものを作るってことやね。それから口コミへの誠実な対応も大切だよね。削除疑惑みたいなことがあると余計に信頼を失うから、むしろ低評価を真摯に受け止めて改善していく姿勢を見せることが重要だと思うの。それは本当にそうやね。隠すよりも正直に問題を認めて改善していく方が信頼されるもん。あと、季節ごとのイベントやキャンペーンでオフシーズンでも楽しめる工夫をするのもいいかもしれないね。例えば、ジャングリアにはスパ・ジャングリアというスパ・温泉施設があるから、それを冬の目玉にするとか。ああ、冬はスパで温まるっていうのはいいアイデアやね。沖縄で温泉って珍しいし、それをもっとアピールすればいいのに。そうだよね。それぞれの季節に合わせた楽しみ方を提案できれば、年間を通して集客できるかもしれないね。でもさ、すみれ。ぶっちゃけ森岡さんの実績があっても、今の状況を見ると厳しそうやない？確かに厳しい状況だとは思うよ。でもね、テーマパークビジネスって長期的な視点が必要なの。すぐに結果が出るものじゃないから、今後どう改善していくかが重要だよね。そうやね。まだ開業して5ヶ月やもんな。ここからどう立て直すかが勝負ってことか。その通りよ。ネット上では厳しい意見が多いけど、今がチャンスと捉える人もいるように、空いている今のうちに施設改善を進めて、口コミを良くしていくこともできるよね。確かに、混んでる時に改修工事とかするよりも、空いてる時にやる方が効率的やもんね。そうなのよ。それに、実際に行った人の中には、ポジティブな評価をしている人もいるから、全てが悪いわけではないということも忘れちゃいけないね。まあ、ネットって悪い情報の方が広まりやすいけんね。本当は、もうちょっと良い部分もあるかもしれんね。そういうこともあり得るよね。ただ、やっぱり多くの人が指摘している問題点については、しっかりと対応していく必要があると思うの。それはそうやね。で、すみれは実際にジャングリア沖縄に行ってみたいと思う？正直なところ、今の状態だとちょっと様子見かな。でも、改善されたという情報が出てきたら、行ってみたいとは思うよ。スパも気になるしね。あたしもそんな感じやわ。今すぐ行きたいとは思わんけど、評判が良くなったら行ってみてもいいかなって。そういう人は多いかもしれないね。だからこそ、運営側は今が正念場だと思うの。ここでしっかりと改善して、評判を回復できるかどうかが今後の命運を分けるよね。森岡さんの手腕が試されるってことやね。USJ みたいに復活できるんか、それとも。そうだね。ただ、私たち消費者としては、批判するだけじゃなくて、改善されたら、素直に評価することも大切だと思うの。それはそうやね。頑張って改善しても、誰も認めてくれんかったら、やる気なくすもんな。ということで、今日は沖縄に7月にオープンした新テーマパークジャングリア沖縄が開業からわずか4ヶ月でガラガラ状態になっているという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。